こんにちは、はるです。今回はフラワーモチーフのゴージャスなビーズリングをご紹介します。これは前回のブレスレットを指輪にアレンジしたものです。作り始めと輪っかになるようにつなぐところ以外は前回と作り方は同じです。なので復習のつもりで見ていただければと思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。パールビーズ 4mm、 ここでは56個使用しています。マルショービーズ、ここでは84個使用しています。テグス2号110センチ。まずテグスにマルショービーズ、パール、マルショービーズ、パール、マルショービーズ、パールの順に通して、最後に通したパールの中でテグスを交差させます。前回もお伝えしましたが、この3つのパールの間にマルショービーズが1つずつ挟まった形が基本形となります。今回もこの形をずっと作っていくことになります。左のテグスにマルショービーズ、パール、マルショービーズの順に通して、右のテグスにマルショービーズを1つ通して、パール1つで交差します。今度は右のテグスにマルショービーズ、パール、マルショービーズの順に通して、左のテグスにマルショービーズを1つ通して、パール1つで交差します。次は左のテグスにマルショービーズ、パール、マルショービーズの順に通して、右のテグスにマルショービーズを1つ通して、パール1つで交差します。このような要領でジグザグになるように基本の形を作っていきます。全部で13段できたところです。ここから指輪になるようにつなぐんですが、この時点で必ず奇数段で終わらせるようにしてください。右のテグスにマルショービーズを1つ通して、さらに一番下にあるパールに通します。テグスを引き締めるとこのようになります。そして両方のテグスにマルショービーズを1つずつ通して、
パール1つで交差します。これで輪っかになりました。2段目を作ります。今上に向いているテグスに丸小ビーズを1つ通します。もう片方のテグスに丸小ビーズ、パール、丸小ビーズの順に通してパールビーズ1つで交差します。右のテグスに丸小ビーズ、パール、丸小ビーズの順に通して左のテグスに丸小ビーズを通してパール1つで交差します。次は左のテグスに丸小ビーズを1つ通したら、その上にあるパールを拾います。さらにそのテグスに丸小ビーズを1つ通します。右のテグスに丸小ビーズを1つ通してパール1つで交差します。今度は右のテグスに丸小ビーズ、パール、丸小ビーズの順に通します。左のテグスに丸小ビーズを1つ通してパール1つで交差します。左のテグスに丸小ビーズを1つ通してその上にあるパールを拾います。さらに丸小ビーズを1つ通します。右のテグスに丸小ビーズを1つ通してパール1つで交差します。このような要領で1段目の端のパールを拾いながらジグザグになるように基本の形を作っていきます。最後の一つ手前まで作れました。ここから2段目の最初の部分とつなぎます。まず左のテグスに丸小ビーズを1つ通します。
右のテグスにマルショービーズ、パール、マルショービーズの順に通したら、その上にあるパールに通します。そしてテグスを2回結びます。片方のテグスを隣のビーズに通してぐっと引っ張って結び目を隠します。余ったテグスは周辺のビーズにいくつか通してからカットします。これでフラワーモチーフのゴージャスなビーズリングの完成です。どうでしょう？輪になるようにつなぐところが少し難しいんですが、それ以外は慣れてくれば割とすんなり作れるようになると思います。今回は 4mm のパールを使いましたが、ちょっとボリューム感がありすぎるなと感じたら、パールを 3mm にしてみるといいと思います。もちろんパールじゃなくても別のビーズでもいいですよ。ぜひブレスレットとセットで作ってみてくださいね。